こんにちは、M ハポネサです。今回の動画はハプニング続きのドミニカ共和国旅行後編になります。私は旅行の時は予定を事前に決めるタイプなので、普段は絶対にすることはないですが、今回の滞在にはいろいろな事情があり、予定が前日まで決まらない日があり、この時も宿泊先を前日に予約していました。この日のチェックインも3時くらいだったので、主人がもともと SNS で調べていたレストランに行ってきました。ここのレストランはドミニカンアジアンフュージョンのお店で、私たちは枝豆や寿司ロールをオーダーしました。子供が食べれそうなものと自分たちが食べたいものをオーダーすると、オーダーしすぎてしまってよくお持ち帰りをします。この時もお持ち帰りして夜ホテルで食べました。この日は Airbnb で予約したホテルに泊まりました。ここは前に一度来たことある場所ですが、今回はその時よりも小さめのお部屋をブックしました。私たちが希望している滞在先エリアで、プールと海の両方が徒歩圏内にあるのは基本リゾートホテルになりますが、その中で Airbnb で借りられるホテルはそんなに多くないと思います。ここは比較的に値段も高い方ではないので、今回も楽しみにしていました。部屋に入ってすぐエアコンがつかないことに気がつき、受付に行って人を呼んでもらい、30分ぐらいかかりましたが、ブレーカーが落ちていたのが原因だったみたいです。一旦主人を部屋に残し、先に子供と2人でプールに行くことにしました。プールの中に小さい蜂が浮いていて、本当に信じられないんですが、興味津々5歳くんは蜂を掴んで案の定蜂に刺されました。一旦部屋に戻り、主人に報告すると笑って驚いてました。聞いてみると、主人も小さい頃にマンゴーの木に登ってマンゴーを取ろうとしたところ、スズメバチの巣があり、顔を刺されたことがある話を聞かせてくれました。その後消毒して元気になった子供と3人でプールの先にあるビーチに行ってきました。実は前回来た時とかなり印象が違っていて、少しして聞いてみると、もともとあったリゾートは今現在はクローズしていました。なのでこの場所でリゾートの中のお部屋を購入した人が民泊として利用しているだけだったので、本当にガラガラでした。リゾートの中でもよくありますが、ビーチにいるとツアーの宣伝だったり物を売りに来る人がいます。昔初めてプンタカーナに来た時にパラセーリングを体験しました。すごく楽しかったです。ただ船酔いはしてしまいました。その時に写真の CDR を30ドルか50ドルで販売していたので、お願いして帰国して中身を見ると、中は空だったことがあります。この時すでに夕方の6時ぐらいだったと思いますが、プールに戻って少し水の中でゆっくりしました。翌日チェックアウトの時間まで短い時間ですが、子供のリクエストに応えてビーチとプールに行ってきました。チェックアウトした後は主人の実家に車で向かいました。通常車で3時間はかかりますが、この日は首都のサントドミンゴの夕方の渋滞にはまってしまって
4時間プラス途中道を間違えてかなり時間がかかりましたが、無事到着することができました。初めて2回目に主人の実家に来た時は蚊に30箇所ぐらい刺された記憶があります。その後はいろいろな虫除けを持参しています。主人の実家には私たちの子供が生まれるまでエアコンはありませんでした。生まれてからすぐ皮膚湿疹とかがあったので、必ず実家に行くときはエアコンを設置してくれるようにお願いしていました。ただお湯だけはずっとなく、蛇口から出るのは冷たいお水のみでした。どのように今までシャワーをしてたかというと、お湯を温めてバケツに入れてシャワーをしていました。そこで今回は私たちがプンタカーナにいる間に工事の人に来てもらい、湯沸かし器をつけてもらうようにお願いしていました。設置できたかと思うと、残念ながら温かいお湯は出ず、何が原因か分からず購入したところに連絡をしたりいろいろしましたが、私たちがこの時滞在している間にはお湯でシャワーを浴びることはできませんでした。私たちがアメリカに帰国して家に着いた頃にはお湯が出るようになっていました。主人の実家に着いた時にはドミニカに着いてから3泊4泊した後だったので、まず最初に洗濯をしました。私はここから見る野球場の風景が大好きです。いつもここにいる子の中から将来のメジャーリーグに行く子がいるのかなと夢膨らまして見てます。日本、アメリカでは絶対にありえないですが、初めてドミニカでのバイクを経験した子供はまた乗りたいと何回も言っていました。この日は特に予定がなかったので、プールを膨らませて子供は水遊びをすることにしました。正直ここに座ってるだけでも汗だくになるので、私も足を冷やさせてもらいました。主人の友達の子供で年齢が近い子がいるということで遊びに来るのを待っていましたが、さすがにドミニカ時間で着いた時はだいぶ暗くなっていて、プールでは遊べませんでした。プールでは遊べませんでしたが、ダイソーで買った刀を以前送っていて、それで一緒に遊べて子供はとても喜んでました。私たちは着なくなった洋服やいらなくなったおもちゃを定期的にドミニカに送っていて、売ったり人にあげたりしています。最初の予定ではプンタカーナに戻る予定はなかったのですが、急遽戻らないといけない用事ができてしまい、翌日プンタカーナに戻りました。最後に滞在したプールとビーチがあるホテルに前日予約して行ったところ、受付でお水とネットがダウンして明日まで使えないと言われ、私たちは急遽新しい宿を探すことにしました。Airbnb で運よくすぐ泊まれるところが見つかり、本当に良かったです。主人は Airbnb にメールでコンタクトして、泊まれなかったところのお金は最終的に返金してもらいました。この日の夜中の2時から子供がお腹が痛いと泣いて、その後朝まで吐き続けました。正直病院がどれだけ時間がかかるかわからなかったので、チェックアウトして朝8時半にエマージェンシーに行きました。この時熱も出ていたので、解熱剤と点滴をして熱が下がったのが確認できて、病院から出ることができました。原因は何かわからないですが、多分旦那の実家でお水で遊ばせたのが原因かなと思っています。その後用事を済ませて、本当はサントドミンゴに戻る予定でしたが、子供の体調が心配だったので、この日もプンタカーナに滞在することにしました。
今回の旅行最後のホテルはシェラトンで、この時も当日予約だったのでどこも本当に高かったんですが、シェラトンはカードのポイントが使えたのでシェラトンを選びました。ホテルを選ぶ際に朝食付きがあったので、私たちは朝食付きにしました。病院の話に戻りますが、今回の治療代は病院にいた時間は6時間ぐらいですが、$900ぐらい払いました。私たちは旅行に行く際は必ず保険に入っているので、アメリカに戻ってから保険に請求しました。早々にチェックアウトして早めに空港に着くようにプンタカーナを出ました。もともと主人の実家に戻るつもりだったので荷物を置いてきていたんですが、時間的に主人の実家まで戻る時間がなかったので、知り合いに頼んでスーツケースを空港まで持ってきてもらいました。なので空港の駐車場で車のトランクを開けてスーツケースに荷物を詰めました。まさか行きも帰りも車のトランクで荷物を詰める旅行になるとは思ってもみませんでしたが、無事に戻れてよかったです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。